皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。はい、今回は講座の第26弾ということで、大変お待たせしております BTS のテテちゃんのダンス解説でございます。いやー、リクエストをねたくさんいただいておりまして、僕の周りのテテちゃんのファンの方からたくさんリクエストをいただくというようなことも起きておりまして、結構周りの人でテテちゃん好きな人多いんですよ。で、個別で LINE とかいただいたりとかして、はよやっておくれやと、今回、ファイヤーから見ていくんですけれども、ダンスの特徴って何なんですかと。で、結構うまいのはなんとなく皆さん分かると思うんですけど、難しいと思います。というのは何でかっていうと、結構グルーヴ系のダンサーさんだなという印象を僕の中では持っていて、音に対して例えばジミンちゃんのようにキレッキレに頭をブンブンブンって動かしながら踊ってるとか、細く先生のようにこのヒップホップのテイストがすごく強くてとかで、あとはグクちゃんみたいにもう本当に万能でもう見せ方バンバンねっていうタイプとまた違うんですよ。テテちゃんのタイプはどちらかというと、踊っている時のそのグルーヴですね、雰囲気を出すのがすごく上手で、雰囲気を出すだけじゃなくて、その雰囲気が音から来る雰囲気なんですよ。音に乗っかるような踊り方をするタイプのダンサーさんです。なので結構その音を聞き方がすごくいい。で、その聞き方を自分の中で解釈してグルーヴに出すっていうところです。なのですごく一見派手なダンスをしているわけではないんですけど、見る人が見たら結構そこの乗り方とか、今回結構そういうところを見ていくんですよ。その踊ってるところのディティールです。はい、踊ってる時に見せるディティールについて細かく見ていこうかと思いますので、よろしくお願いします。個人的には僕は結構そういうところにグッときてしまうタイプです。分かりやすいダンスとかではなく、その人の中で持ってる雰囲気とか、その乗り方、音へのアプローチの仕方みたいなものが見えてくると、それがね非常にかっこいいです。かっこいいので今回はそこをねご紹介したいと思います。踊り方、踊ってる時の状態的には非常にリラックスしている状態がうまいのかなというところがありますね。まず最初に15秒のところなんですけど、往復するグルーヴということでタイトルがついてます。見ていきましょう。というところです。さあ、どこが今往復するグルーヴだったかというと、手を出しながらドンツッ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 って後ろに下がっていくじゃないですか。この時のドンの時に首が前にグンって入って、この首が後ろに行ってもう一回戻ってくるっていう、この往復をするグルーヴっていうところを今回は、最初にピックアップしてます。他の方たち見ていただくと分かるんですけど、ドンドーンっていう風に後ろに下がる方で取っていくと。で、この後ろに首が下がるのと同時に体も後ろに下がっていくっていう取り方をしてるんですけど、テテちゃんの場合はドンツッ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 っていう風にこう取ってるんです。ドンチャッ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 チャっていう風に往復させてると。これなんですよ。というところです。ノリのキープがもう一個多いんですよ。要するに複雑なんですね。タンターンタンタンタンっていうんじゃなくて、ドンターンタンタンタンなんで、これ多分この音がずっと続く場合、後ろにずっと下がっていく場合、テテちゃんの場合はドンツッ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 ドンツッ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 っていう風に、もし拍数が長かったとしたらその乗り方をもう一回できる人、ドンツッ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 っていうことをやってるんですよ。これは結構玄人の技ですね。音に対してのアプローチのその仕方が長いんですよ。で、リズムを取る時とかっていうのは基本的にはツッツッタンツッツッタンっていう風にこの往復じゃないですか。この同じ動き、同じ軌道を繰り返しながら音を感じ取ることができるっていうのが非常に実はこれスキルの高いことなんですね。で、こういう聞き方ができる人は結構そのダンスの中でも、職人というかもう玄人、もう本当にプロフェッショナルなダンサーさん、音の一つの聞き方だけでかっこよく見せることができるダンサーさんのなせる技なんですけど、そういう雰囲気があるというところがテテちゃんのポイントです。というのを踏まえてもう一回ちょっと見ていただきたいと思います。というところです。ちなみにドンドンドンっていう風に下がったところのストップの感覚っていうのも非常にいいですね。顔下げてそのままグッて止まる感じとかも結構この質感もやばいなとは思ってるんですけど、
からの、20秒早くも割とファイヤーですね。これはなかなかですよ。この後ですね約4秒後に来るんですけれども、見ていただきましょう。というところです。わかりましたかね。今右手でグン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 っていう風にファイヤーっていうところを取ってるじゃないですか。この取り方ですね。この音に対してのアプローチの仕方が結構グイグイいってますよと。早くも一人ここファイヤーについてチャッカも結構ブン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 に回してる感じ、もういつでもつけられますせみたいな状態にここはもはやなってますよねっていうところです。しっとり踊る系シンギュラリティですよねとかはもう結構しっとり踊ってらっしゃるんですけど、意外と前面に出す時出す人なんだなっていうような雰囲気を覚えました、これを見た時に。というところです。ファイヤーっていうところでこの手をブンブンに回して、もう自分の中でのファイヤーをここで高めてると。開始まだ20秒のところなんですけど、ここで結構上げてきてると。でね、やっぱ全体通してこのファイヤーについての持っていき方というのが非常に絶妙だなというところがテテちゃんですね。からの26秒で燃え上がる跳躍見ていきましょう。この5秒後に行きます。というところになります。ここですね、26秒の燃え上がる跳躍。この時に1人だけジャンプするタイミングがちょっと早いんですよ。で、着地する時のタイミングはみんなと一緒なんです。要するに誰よりも早くジャンプしてみんなと一緒に着地してるので、1人滞空時間がちょっと長いと見ていきましょう。というところです。なんとなく分かりましたかね。ちょっと止めてみましょう。すでにもう出だしでちょっと高いんですよ。からのジャンプの位置も非常に高い。着地がこのタイミングですね。全員の着地のタイミングと揃うと。ここのところで早くも一人もう点火間近みたいな、もうファイヤーしてますよ、チャッカマンブンブンに回してますっていうところから、もう火つけたるでっていうところのジャンプがここで出てると。だからね、やっぱ一人ちょっと高いんですよ。テンションがぐわっていう風に上がってる、いい意味で上がってるんです。テンションがオラオラしてる感じが非常にここかっこいいところです。からの30秒ですね。戻るだけでもかっこいいのかっこいいのって言っちゃってますけど、この4秒後に来ますね。ここの取り方がその音の聞き方とその音のグルーヴの表現の仕方になります。というところです。ささやかすぎてちょっと分かりにくかったかもしれないんですけど、一歩二歩っていうこの下がるだけのところで首をクックックってちょっと振ってるところがあるの分かりますかね。もう一回見てください。ここで今顔を上げてますよね。っていう風にここにシュッて落ちる瞬間にフーンっていう風にやってるんですけど、これ適当にブンブンってやってんじゃなくて音にちゃんと合ってるんですよ。音に合ってて、その音を体で聞いて体を揺らしてるみたいな状態になります。これがね頻繁に出てくるので、ちょっとこの感覚を覚えておいてください。というところです。2回だけブンブンってやってスッてこの後も止まるじゃないですか。ここのスッて止まるまでのこの一瞬でみんなが広がって戻ってくるまでのこの間にも音を感じ取ってるっていうところで、その音の感じ方がここら辺に要所要所に現れてるっていうところになります。でさっきのこれも同じです。音の感じ方なんですよ。こういう聞き方をしてるんですね。もうブンブンにここにチャッカマンがついてて回してるような感覚、フィーリングがもう乗ってて、それが曲と一緒に体で表現されてる。からの、35秒ですね。音に浸る首 with ジミンちゃん。ここはね、今の感じのところをもう少し分かりやすくしたところになるので見ていきましょう。わかりました。これがかなりやばい、かなりかっこいい音の聞き方です。これ振り付けでこうなってるわけじゃないんですよ。多分おそらくブーンブーンタカタカタカっていう風に戻ってくる感じなんですね。で音を例えばですけど、街中で音楽が流れてたとしますよね。ビッグ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 カメラはこうなるじゃないですか。ビッグ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 カメラみたいな、この音に対して、やってることと同じなんですよ。振り付けがあるわけじゃないんですけど、音を聞いた時になんとなくこう乗っちゃう感じ。ビッグカメラの例えはちょっと分かりにくいな。なんだろうな、小島違うな、
本を売るならブックオフみたいな感じですよね。だからこの乗ってるような感覚が、例えばですけど、僕だったらまあ普通に本を売るならブックオフなんですけど、テテちゃんの場合は本を売るならブックオフみたいな感じ。あ、ちゃうねん、本を売るならブックオフみたいな、みたいな、そういう聞き方すんねんみたいなところを表現しちゃってるんですよ。なんかね、絶妙なかっこいい音の乗り方をしてるんですよ。とにかく、まあ、それをそうしてグルーブっていう言い方をしてるんですけどね、グルーブっていう風に言葉がつくともはやかっこいいじゃないですか。その感じ難しいですね。もう一回見ていきましょう。ダラララランランっていうところの細木先生の歌詞のところを首でダラララランタンっていう風に取ってると。これはもう完全なるおそらくアドリブです。っていうのは、お二人ですね、ジミンちゃんとテテちゃんの2人はここやってるんですけど、こっちのお二人やってないんですよ、グクちゃんたちは。っていうことはおそらくここはアドリブだろうという、まあ、推察です。もしかしたら振り付けなのかどうかはちょっと分かんないんですけど、ただこの赤い帽子の2人のククククっていう風にこの乗せてる感じはおそらくそのグルーブを乗せてるんだろうなっていうところですごいやんと。まあ、テテちゃんすごいし、ジミンちゃんもすごい。ここは2人ともこのアドリブがしかもシンクロしてるじゃないですか。このノリがやばいんですよ。この感じ、決まった振り付けでないところでその人が見せるそのちょっとしたダンスにセンスが出るんですけど、テテちゃんの場合はマジでセンスがいい。音の聞き方のセンスがいい。ファイヤーのここのしかり、さっきの戻るところのこれしかり、今のところのここしかり、基本的になんかそのちょっとしたこの小技みたいなものを使ってるんですけど、それが小手先のものじゃなくて割と根本的な部分の乗り方になってる。首って一番音を聞く時に表現しやすかったりとか、ダイレクトにこういう風に乗りやすいんです。一番体とかを使わずに。だからこそスキルが求められるんですね。うんとかツッツッツッとか首で乗ろうとすることっていうのが実は一番ダンスにおいて難しいというか、逆に言ってしまえばダンスの上級者の人たちこそこういう首の使い方がすごくうまいっていうところを踏まえた上でこういうものを見ると、ここでのそのオリジナリティっていうところにマジでセンスを感じるっていうところです。からのですね、40秒特徴的手元口元見ていきましょう。というところです。口をこういう風に押さえて走ってしまい歩いてくるところ、ここも普通にみんなの動きを見てると乗るところじゃないですか。ドゥドゥタラタントゥ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 ンっていうこういうノリのところでさりげなくかっこよく見せられるのもスキルです。スキルとセンスで、やっぱこの手元に持ってくる感じもすごくよくやりがちじゃないですか。こういうの見るじゃないですか。でまあやろうと思えば誰でもできますねんっていう話ではあるんですけど、このね手の持っていき方が完全なそのダンスをやってる人からの目線と、まあ僕の解釈だけになってしまうので非常に難しいところではあるんですけど、すごく絶妙なんですよ。もう一回見てください。で今手持ってきてテルテテル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 っていう風に首がこういう風にやっぱ取ってるんですよ。音でここで聞けてるっていうのが本当にかっこいい。本当にかっこいいんですよ。ダンスストリートダンス界の中でも結構大御所の方たちはもう首の使い方見ただけで分かるんですよ。トゥッツカットゥトゥッツカットゥトゥっていう風に乗ってるだけでもう別格で、それはここでの乗り方がかっこいいことを知ってらっしゃるからなんですね、あの方たちは。でそれをめちゃめちゃセクシーにかっこよく見せるスキルも全て持ってるから、大きい技とかしないでもうこの首のグルーブだけで見せちゃうっていうのが本当にその玄人の方たちの見せ方だというふうに僕はまあ認識というかそういうふうに思ってるんですけど、そのテイストに近いことを結構やってるんですよ、要所要所で。はい、ちょっともう一回だけ見てください。止まらんな。大きくこういう感じでダダダダダダとかじゃないです。タン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 タラタラタンタンっていう見せ方がアメイジングですね。これちょっと皆さんダンスかっこよく見せたい人はぜひやってみてください。からの、46秒音の捉え方うまし。46秒いきましょう。
というところです。今のも本当にやばいんですよ。一瞬こう右手上げた時に首がくるるるんっていう風に入るじゃないですか。これなんですよ。これなんですね。というところです。ちなみにこの1個下に下がって膝を曲げた状態でグーングーンって乗るじゃないですか。その時のこの首のリラックス、最初にちょっと言ったんですけど、そのリラックスした状態でのダンスがうまいっていうところはまさにここで、全然力みがないと。力みがないので体全身で音を捉えてるので、首がこんだけ動くっていうのはどういうことかっていうと、全身もう指先から手先までを使ってこの、音楽を体の中で感じるっていうのが、すごく大事なことで、このコアの部分、体の中で音楽を感じると。で感じてるこの振動とか波動っていうのが伝わってきて、首元までこういう風に動いてくると。これがガチガチにってやってたらこういう感じになるんですよ。首が顔が固定された状態でググググっていう風にノリが結構こうガチッと見せようとする感じ。ただ首がリラックスしてる人ってもうこういう感じなんですよ。こっちの体の動きに連動されて首が動いてくっていうその乗り方になってて、でここが激しく動くわけでもなく、小さめにでもすごくリラックスした状態で少しこの絶妙な角度で顔を動かしていくようなことができるっていうところのスキルなんですよ。もう一回見てください。というすごく渋い踊り方をする、もう音楽をもうひたすらめちゃくちゃ聴いて何がかっこいいかがもう分かったっていう一個次のネクストステージの人たちの踊り方に非常に近いっていうところです。派手なパフォーマンスというかエンターテインメントとして見せるダンスっていう領域を超えた先のものなので、ダンスを楽しむ、しかもその楽しみ方は何も別に大きく動かなくてもいいんです。そんなにガーって動いてすごいウェーブとかウィンガシャンウィンガシャンウィンガシャンとかじゃなくて、もう単純に自分が音を楽しんでるっていうものだけで見せることができちゃう人みたいな。だからもう本当に一流のシェフが作った味噌汁みたいな感じですよ。もう出汁が決めて、出汁ともうその豆腐、木綿豆腐、油揚げ、わかめ、ネギ、もうこれだけ、味噌は白みたいな、もうちょっといろいろ入れすぎたおすましみたいな状態です。だからそう今みたいにいろいろ入れちゃってるのが、要するになんかいろいろしようとして作ったお味噌汁なんですけど、匠の作るお味噌汁に関しては出汁だけみたいな、に味噌ちょっとみたいな、もう味噌と出汁だけで作った最高級の一品、極うまっみたいな、そういうレベルのことだと思ってみてください。からの52秒、いやそれ反則と。これね、ここで出てくるんですかっていうところで、いやーやっぱね見せ方ですよね。言うてそういう風になんかちょっと渋い乗り方とかしててからのいきなりキュンとすることをするっていう、キュンとする、キュンとさせてくるっていうところですね。見ていきましょう。アウトこれはアウトです。これはアウトですよ。誰がこんなことをするとしなさいと言ったんでしょうかね。でも完全にここもだから遊び心っていうのがありますよね。そのリラックスしてる状態で非常にこういい意味でマイペースに踊ってるようなところから見せるこういう仕草ですよね。これ僕がやったらとんでもないことになりますからね。もう一回見ていきましょう。っていうところですよね。こういうところにやっぱり皆さん惹かれますよね。こういうことがさりげなくできる男に僕もなりたい。で言うて、そんなに動きがめちゃめちゃダイナミックかっていうとそうではないんですけど、そのててちゃんのその動きだけ単体で見た時のまとまり具合っていうのが絶妙だなって思ったのがここなので、ちょっとここタイトルとか出さないんですけど、ここだけ見ていきましょう。というところです。なな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 なっていうところのこの乗り方と首のアイソレーションの残し方、このノリですよね。グルーヴが非常にまとまりがいいというところです。本当に玄人向きのダンスですね。なんだっけ忘れちゃった。35秒、1分35秒見ていきましょう。ここか。というところですね。またしてもですよ、
これいただくというところですよね。このポージングだからこういうところでさりげなくパッっていうところで見せるここでございますからね。キャーってなりますもんな、こんなんな。テイストが明らかに違うじゃないですか。もうだってさっきまでファイヤーってやってた人がここでこういう風になるっていうこと、ギャップもね素晴らしいですね本当に。いやいいな。2分15秒感じ方グッド。2分15秒の感じ方グッと見ていきましょう。というところですね。これはやっぱりそのてるちゃんのダンス見ててちょいちょい見られるところですね。この唇をちょっと噛むような仕草、ちょっと食いしばるようなイメージですよね。顔の食いしばるような表情、ここら辺のその音の感じ方っていうのが非常にいいです。音楽に対してのなんか音に対してのアプローチの仕方が、音が好きな人とか言っちゃってそのダンスが好きとかじゃなくて単純に音楽を聴くのが好きな人の音の聴き方っていうのはやっぱりちょっと特殊なんですよ。特殊っていうかかっこいいのかな。音に対してかっこよくダンスをしようとか、その自分のフィジカルみたいなものが優先する人と、あとは単純に音を聞くっていうことを追い求める人といて、でそういう人たちはどちらかっていうと、だんだんその年を重ねるごとに玄人のもう大御所の先輩方のダンサーさんとかはまさにそういう音の聞き方をするようになって、もう一通りできるので、何でもすごいことをやってきた結果一個のすごくシンプルな答えにたどり着くみたいな、ちょっとなんか禅の境地みたいな悟りの境地みたいなところがあるんですけど、そういう感じが非常にやっぱある方だなっていう風に感じてます。音の聞き方が非常にいいので、ちょっとここのね乗り方含めてもう一回見ていきましょう。ちなみにねリーダーもそういう点で言うと結構音の聞き方がいいなっていう風には思ってます。というところです。音を楽しそうにハハこれ最高だぜっていうよりかは、音のフィーリングがブワッて入ってきてそれを感じるみたいなところですね。音に、迎合するとかじゃない、音に乗っかってその波に入るみたいなところがあるので、非常に素晴らしいんですよね。からの2分36秒感じてファイヤー見ていきましょう。2分36秒ですね。というところです。こういう風なノリですよね。ただここスーッと歩いて入ってくるだけなんですけど、そこに対してこういう風に首がついて入ってくるっていうところ、もう一回見ていきましょう。というところです。これなんですよ。今回正直、ダンスバリバリに踊ってるところはいやうまいので取り上げようかなとは思ったんですけど、そういうところじゃない部分がやっぱり光って見えるんですよ、僕からすると。なのでちょっとこういうところですね、結構首重心というか首がメインで出てきてはいるんですけど、本当にこれ難しいことです。一番難しいことだと思ってもらってもいいぐらいです。そのジミンちゃんみたいに踊ることも、細木先生みたいに踊ることも、グクちゃんみたいに踊ることも難しいんですが、ダンスっていう面においてすごく大きなもので見た時にもう一個あるその難しさのところをテテちゃんはこなしてしまっているっていうところで、って考えた時にこの4人のこのバランスってすごいなと思って、ちょっともう一回見ていきましょうかね。ここでもペロリですね。ここでもペロリ。2分58秒見ていきましょう。ボーイズラブの時に、一番最初にテテちゃん入ってきてペロってするじゃないですか。あの感じはやっぱりここでもありますよね。見せ方が賢い。ここでございますね。ちょっと
一瞬ではありますが、ここの唇がペロリとなっていらっしゃるっていうところですよね。これもうセンスです。センスです。でセンスで言うと I need you のダンスの時も、手を後ろに持ってきてから顔パッてやるじゃないですか。この口元を拭う、ちょっと親指拭うような仕草をするじゃないですか。そういうところも含めて見せ方が本当に絶妙なんですよ。もう一回ちょっとね見ていただきましょう。というところです。今のからのワーワーワーのところのパッションですよね。ちょいちょい言ってますけど、やっぱりその曲の最後のこの盛り上がる、なんならバックダンサーの方たちブワーって入れてもう5000人ぐらいいるじゃないですか。でこの5000人ぐらいいるところのこの真ん中を今担ってるっていうことは、やっぱりねテテちゃんなんですよ。ここの最後のフィーリングを出せるのは、さっきまでのこういうところとかこういうノリのところとか全部が合わさっての最後のこの本当に締めくくりの部分で出てくるワオワオワオですね。見ていきましょう。ですよ。最後に帽子取るところで最後ちょっとボンってぶつかっちゃうところ、ここまでを含めてこのファイヤーっていう物語がブワーって最後燃え上がるっていうところですよね。この感じです。この感じです。いやーちょっとまたこれ長くなってしまってるな。まとめますと非常にダンスのスキルが高い。でダンスのスキルの中でもめちゃくちゃ渋くてかっこいいダンス、本当の意味でかっこいいところ、将来そうなりたい、そういう踊り方で見せきれるようになりたい、そういう乗り方したいっていうことをここでしてらっしゃってて、非常に大人なダンスをしてます。大人なダンスです。みんながキャーそれすごいっていうよりかは、ダンスやってる人たちがよっていう風になるようなダンスですね。分かってらっしゃる。これは本当にその人のセンスです。この境地にダンスやってる人全員がたどり着けるかっていうとそうじゃないんですよ。言ってしまえば一見わからないことをやってる、一見わからないすごいことをしてらっしゃるっていうところの認識だけちょっと覚えておいてください。でも皆さんこれ多分きっとこれを見たら、あ、そういうことかっていうふうに多分なると思います。さっきのそのお味噌汁そのおすましの例えが非常に分かりやすいかなと思ってるんですよ。本当に匠の技っていうところになるので、ぜひですねそのテテちゃんのダンス見てた時にまずそういうポイントの見せ方があるんだっていうところでいろんなプラクティス動画を見てみてください。うわ、さりげなく乗ってるわっていうところが結構あるんですよ。でからのそういう細かいもう職人みたいなことができつつも、こういうファイヤーっていうところで最後ボンボンっていう風に持ってくるこのパッションみたいなところも含めて非常に面白いし、やってるなんかもうそのレベルが高いダンスをしてるなっていうところになります。こうやって4人バンタンダンス見てきましたけど、非常にレベル高いです。非常に高い。世界のトップを取るっていうところの理由が分かります。これだけ見ていくと本当に層が厚いので、いやーすごいですね。これね第2週目がありますから皆さんぜひ期待していてください。で今度は、それぞれのソロパフォーマンスのところのビデオだったりとか見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。용서해줄게.